はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。食べたことないけど、カエルって鶏肉に似ているらしい。そんな話を聞いたことある人も多いと思います。実際カエルってどんな味で、どんな食感しているのか食べて確かめてみます。それでは早速やっていきましょう。これが今回用意したカエルです。3匹カエルを用意しました。大きいカエルは国産のカエルで、小さい2匹は台湾産です。頭の部分と内臓は処理されています。日本で食用のカエルといえば、ウシガエルです。正式名称はブルフロッグです。1918年にアメリカから輸入されて、国の指導によって全国各地で養殖が始まったそうです。しかし、日本ではあまりカエルを食用とする習慣は根付きませんでした。今日本に生息しているウシガエルは養殖場から逃げ出して繁殖したものです。ちなみにアメリカザリガニはこのウシガエルの餌として輸入されて、これも逃げ出して繁殖してしまったそうです。そう考えると、新たな食文化ってそう簡単に根付くものではないですよね。最近昆虫食もかなり取り上げられていますが、カエルが根付かなかったことを考えると、日本人にはなかなかハードルが高そうにも感じます。世界では各地で食べられている食材の一つです。今日はこのカエルを使ってガーリックバターソテーと中華風煮込みを作ります。足はガーリックバターソテーに使って、残りは中華風の煮込みに使います。まずは適当に関節部分で部位を分割します。こうやって改めて見てみると、カエルって人間と作りが似ていますね。太めの筋はピンセットで処理します。足の先は食べるところがないのでカットします。まずはカットした足を小麦粉に絡めます。次に材料のニンニクとイタリアンパセリを細かくみじん切りにします。フライパンにバターを溶かして先ほどの小麦粉を絡めたカエルの足を入れて焼いていきます。ニンニクとイタリアンパセリを絡めて塩とブラックペッパーで味を整えれば完成です。次は中華風の煮込みを作ります。ボウルにカエルを入れてラオ油、酢、ごま油、ブラックペッパー、重曹、コーンスターチを入れてよく混ぜて1時間くらいなじませておきます。次に具材をカットします。生姜は千切りにします。万能ネギを5センチ幅くらいでカットと小口切りにします。次にニンニクを潰しておきます。フライパンに油、ニンニク、生姜、万能ネギを入れて香りが立つまで炒めます。そこになじませておいたカエルを入れます。カエルに火が通ったら水、醤油、酢、ラオ油、オイスターソース、ブラックペッパーを入れて5分くらい煮込みます。万能ネギを入れて水に溶いたコーンスターチを入れてさっとかき混ぜて器に盛り付ければ完成です。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日はメキシコのネグラモデロを飲んでいます。この特徴的な瓶の形が面白いですよね。全体的に金色を使っていてどことなくゴージャスな雰囲気です。色は濃い褐色でローストした麦芽の香りと苦味と香ばしい甘みを感じます。色の割には軽めの飲みやすいビールです。それではカエルのガーリックバターソテーから食べてみます。一言で言うと鳥です。想像していたより鳥ですね。中国だとカエルのことを田んぼの鳥と書いてデンジと表記されたりもします。ささみとかに近いですね。若干歯ごたえがあるかなくらいで、言われずに出てきたら鶏肉だと勘違いする人も多いと思います。田んぼとかにいるイメージだからもっと泥臭いのかと思いましたが、臭みなどはありません。ちなみにフランスだとカエルの足はグルヌイユという名前で親しまれています。なんだかワインが飲みたくなってきますね。次は中華風の煮込みを食べてみましょう。これは完全にご飯が必要なやつです。このままご飯にかけてこのタレでご飯を流し込みたいです。今日に限ってご飯用意忘れました。ご飯を炊いていない自分を恨みます。国産のカエルの方が見た目通り大きいので食べるところが少し多かったです。味に関してはさほど違いは感じません。今回みたいに周りの皮が剥がされていると食べるのもあまり気にならないですね。唐揚げとかにしても美味しいみたいなので、機会があればまたいろいろ作ってみます。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。カエルのさばき方いかがでしたか？ぶっちゃけカエルを食べるなら鳥を食べた方が安いです。話のネタと経験のために皆さんも挑戦してみてください。自分たちは群馬県前橋市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。前橋には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし前橋に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。